今回はピボットフェイキーについてやりたいと思います。ピボットフェイキー、まずどういう技か見てください。これがピボットフェイキーです。滑ってきてかかと側のウィールだけカチッとかけて、でこの状態からつま先を踏んで降りる。これ結構みんなやりたいトリックなんですけど、やっぱ難しい、怖い、わからないっていうんでみんな僕に結構聞いてくるんですけど、大体みんなできるようになってます。はいはい。でポイントがいくつかあるんですけど、まず一つのポイントはこのスタンス。みんなランプやるときに普通の滑ってる時もそうなんですけど、スタンスをこうやってつま先で踏んじゃう人結構いるんですよね。つま先で板に乗っちゃってるんで、このつま先側とかかと側のこの切り替えがうまくできない人結構多いんで、まずはこのスタンスをしっかりつま先とかかとこういう風に合わせてください。特にテール側ですね。この時かかととつま先でこういう風に板をしっかり踏んで、こういう動きができるかどうか確認してください。これができないとピボットフェイキーはうまくできません。かかととつま先をしっかり使い分ける。ピボットフェイキー、さっきの動き見てもらったから分かると思うんですけど、こういうふうにコーピングがあったとすると、滑ってきてかかとでこういうふうにコーピングに乗ってつま先で降りる。かかとに乗ってつま先に降りる。この動きがピボットフェイキーの動きです。やってみると分かるんですけど、かかとだけ乗り行こうと思っても意外と乗れません。なので腰をしっかりここに横向きにしてあげないとかかとで乗れないので、足だけでここに行こうとしないで腰をしっかり回してあげるとかかとが乗ることができます。腰をしっかり回して戻す、回して戻す。この時前足めっちゃ重要です。前足はしっかり横に振ってあげて戻す。かかとつま先、かかとつま先。これを板に乗って同じようにこの位置からかかとつま先、かかとつま先、こういう動きができればランプでも同じようにかかとつま先、かかとつま先、わかるかな、できるようになります。これ緩い坂とかがあればこういうところでまずそれだけでも練習してみてください。ここで滑りながらかかとついてつま先で降りる。止まるところでかかとつま先。これ結構いい練習になるんでやってみてください。かかとつま先。これができちゃえばあとランプでやるだけなんですけど、ランプでこのかかとに乗るのって意外とわからない人多いと思うので、これちょっとした段差とか、あとは 2x4 の角材とかでもいいので、トラックのつま先じゃなくてかかと側にしっかりかけてもらって、でここに乗る練習しっかりしてください。このかかと側に乗る練習、こうやって踏んでもこうやって安定するポイントがあるので、で踏んだらこうやって降りる。この位置をしっかりと覚えてください。こっちから見ると分かるんだけど、ウィールがはまっててテールが安定する位置、この間にコーピングをはめるようなイメージですね。実際後ろ足のかかとはこうやって横をつくような感じ。足の裏をこうつくんじゃなくて、こうじゃなくてこうにつくようなイメージですね。そうすると安定してこういうふうに乗るようになります。それを意識してもらって、実際のランプでもこのかかと側、この位置、かかとを合わせてしっかり乗ってもらう。かかとのウィールだけしっかりはまってる感覚を覚えてください。でこの時前足でしっかり押さえ込めれば安定するので、このかかとでピタッと入れられるように。つま先乗っちゃうとこういうふうに回っちゃうので、つま先が入んないように滑ってきたらまずこのかかとのウィールだけパチンと入れる練習をしてみてください。これピボットフェイキーじゃなくてピボットのターンになります。まずはこれしっかり練習してみてください。これができたら今度は回んないで戻ればいいだけなんですけど、それが難しいです。なので最初はストールからのフェイキーアウトでいいので、最初はしっかりストールをしてこのかかとの位置しっかり合わせた状態から
からつま先を踏んでフェイキーアウトやってください。慣れてきたら直接降りられるんですけど、この時結構体を中にグッと落とし込む必要があります。なので体入れ込んで落とす。これができればピボットをかけて降りるのも同じなんですけど、実際そんな簡単にいかねえよっていう人も結構いると思うんで、失敗例いくつか見てきたので共有するんですけど、この時にここまではできる人いるんですけど、これ立てすぎちゃうとここの踏みしろが少なくなっちゃってアウトが結構難しいです。なのでそういう人は前足をしっかりこうやってグッて押さえてあげるとここの踏みしろが多くなるんで安定してアウトできるようになります。なので立ちすぎちゃってる人はなるべく前足をグッて押さえる。でつま先を押してでイメージとしてはただ単純にこう乗るとかじゃなくて前足を一緒に押さえに行くようなイメージでグッ降りられると安定してできるようになります。滑ってきたらただかけるんじゃなくてここでグッとこの位置で止めるようなイメージですね。で落とす。もうそれができればできますあとはいやそんな簡単にいかねえよって言うと思うんですけど、実際これ結構効果あるんでやってみてください。滑るんじゃなくてまず走ってって後ろ足で押さえる。実際上に乗るんじゃなくて壁を押さえて降りるようなイメージですね。イメージつきますかね。だいたい失敗する人はこうなっちゃうんで、壁をしっかり押さえて帰る。これをしっかりイメージしてください。で直降りがやっぱりどうしてもみんな怖いと思うので腹をまずかけて降りる練習からでもいいと思うんですけど、だいたいみんな失敗するのはかけて体が向こうに行き過ぎちゃってて直降りできないですね。なので体はそっちに行かないようにしっかり壁を押さえるイメージでできると直降りができるようになります。いきなりできなくてもちょっとずつでいいんでなるべく早くこっちに帰ってこれるように意識してもらって、で最終的にはもうマニュアルで降りるようなイメージです。ここまで来たらここからはマニュアルでスーッと降りていくようなイメージが作れるとアウトできるようになります。とりあえずやってみてください騙されたと思って僕がやったことを一通り真似してやってみてください。きっとできるはずです。あとこの降り方めっちゃ重要なんで、こうやってただ降りるんじゃなくて後ろ足に体重を乗せて体をめっちゃひねります。もうアッパーするみたいに。そうするとこういうふうに R 側に落とせるんで、必ずこう乗ったら後ろ足のかかと今乗ってるんですけど、ここからつま先に体重切り替えると降りられるんで、それしっかり練習してください。さっきやったストールからのフェイキーも同じです。この姿勢で前足つかなければピボットのフェイキーができます。慣れてくればいろんなアレンジがいろいろできるようになります。あとはフェイキーでもあるんでこんな技もできるようになります。いくよ、とっておきのやつ。じゃあとっておきのやついくから逆返しまああんな感じでいろいろできるようになるんで、あとは多分見たことある人いると思うんですけど、5-0からのフェイキーアウトもこれ同じです。ピボットとこれも原理は同じです。危ない危ないあんな感じでピボットフェイキーにグラインドを足してあげれば、名前なんつうんだろうな、5-0グラインドフェイキーアウトそうだよね、ピボットフェイキーグラインドとは言わないよね。はいもしいきなりランプでやるの怖いっていう人は
さっきバンクでやったのと同じように坂でこうやってちょっとテールをつく練習してみてください。ちょっとひねりながらテールつければ、で上まで上がれちゃえばこういうふうにちょこっとかけることができるんで、ちょこっと乗らなくてもトラックだけ押し込めればできるようになります。ちょこっ頑張ってやってみてください。